ディグラドンドジョンです。今回ね、ナビ vs レネガドスというところでね、5カップついにベスト4まで入ってまいりました。対戦相手はレノガノスというクランで、何度か、去年の世界大会の最終ステージとかにもね、勝ち上がってたクランになるかな。ちょこちょこ勝ち上がるような、少し強いクランになってますね。で、少し強いとは言ったんですが、これクラッシュチャンプスをね、倒して勝ち上がってきたんですよね。クラちゃんを倒して勝ち上がってきた対戦になります。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。先行対戦相手の方ですね。珍しいですね。久しぶりに対戦相手が先行やってる気がします。61天才のエレクトロタイタン編成というところで、ちょっと前にね、流行ってた。なんか最近さ、この編成見なくなったよね、あんまり。対策されやすくなってきたっていうところと、ツイッターの方でね、トキさんも言ってたんですけど、この編成結構対策されやすいんじゃねみたいな。シューターが結構タウンホールに刺さりづらい配置を、こういう風にね、セットすると基本的にはあんまり使われる傾向ではない。ボックス配置にも結構減ってますからね。エレクトロタイタン編成だったり、クイヒーホグっていうところがね、一時期異常な数で増えてはいたんですけど、最近また減ってるっていうところかな。クイヒーラバルとかがね、また減ってたところがまたちょっとずつ、スーパーボールブレーカーが、多分、ここ穴開けようと思ったんですけど、開けれずというところでしたね。ぶっちゃけ開ける必要なさそうだけどね、普通に上から入ってよくねえかって思っちゃうけど。ストライカーもしっかりキングに当てつつ、アイゴレ当てて、これはいい形で入れそうかな。エレクトロタイタンもね、対戦、アーチャータワーがね、後ろ向いてるんで、後ろから刺してあげて、ホーミングチェック用のバルーンも刺しつつ、一気のスタートですね。いい形で入れてる。このまま右側は折れてるので、左の方からウッドランチャーを使ってタウンホールまで道をロイヤルチャンピオンまで添えて出していく。これはだいぶ早いっすね。いや、これ、キングフィストとかと間違えたか？間違えてませんかって聞きたくなるようなタイミングで出てきてるんで、ちょっとこれはフリーズ使ってもいいレベルではあったけど、使わないなら捨てですね。捨てになると結構これは、裏がきつそうな感じはあるが、タウンホール裏にね、モノリスプラスのテスラモリっていうところが、おそらく生えてくるであろうところ。3時の方に流していってというところ。ただこれ、トーム温存できてるのめちゃくちゃ強い。いいトームですね。テスラの置き方、えぐい。ここしっかりタウンポイズン受けずに、ここでようやく入るかなって人たちも出てくるんですが、ジャンプの方をかわしていきつつ、ここまでレイジ2枚が温存できてたのめちゃくちゃいいですね。さすがにね、ここら辺までもうベスト4ですかね、ここまで勝ち上がってくるクラン、クラッシュチャンプスというね、強いクランを倒して勝ち上がってきてるので、ここはいいアタックできてますね。ジャスマック戦もね、同じ配置を出してたんですが、罠は変わってるかどうかわかりませんが、リクスケが出てきてないんでね、おそらくソラスケルトンが下の方に固まってくるんじゃないかなというところで、リク戦術が通りやすくなってるっていうのも、そこはもしかしたらあるかもしれない。エレクトロタイタン残っていって、これ強いっすね。対戦相手しっかりファーストアタック全開スタートで、面白い対戦になりそうですね。いやー、強いな。エレクトロタイタンってやっぱりね、刺さる配置に、強いクランはね、やっぱ刺さる配置にしか使わないっていう傾向もあるので、何でもかんでもタイタンで攻める人たちのもいるんだけど、そうではなくてね、刺さる時にしか使われないっていうところも多いので、比較的全開率は上がりやすい戦術の一つかなと思います。クラウスっすね。ここも早いな。12の天才。ライトニング10発で、真ん中なのかな？真ん中か、もしくはここら辺両方追ってくるかって形ですね。つなげ折りもしくは、足りないか？いや、クイック2発入る。それ混ぜるんだ。両方やるんだ。天才プラスのいつものクラウススタイル。突撃艦ですね。ここはホーミングも解除しつつ、いい形で突っ込んでいきます。スーパーガグル。トルネードも出てるとなると、ここちょっと、いいのか、むしろ。むしろいいんだ。しかもインビジブルタワーの解除もできたしね。クランジョの方にね、寄らなければいいので、タウンホールを最初に打てるようなタイミングのスニークゴブリンになりそうなので、
非常にいい突撃艦成功からのライトニング10発をどこに撃つかなんですけど、ヒーローパートのセットの感じだと、裏側を単純に撃ってくるか、もしくは中心部だけ。まあ基本はこうですよね。うん。まあ、投石のところをロイヤルチャンピオン指すのか、ドラゴンライダーを指すプランかな、この感じだと。そういうライダーになりそう。さあ、ロケバルも指していって、ロケバルのみでこいつ降りたかったのかな。ちょっとこれね、モノリスが手で届くというところと、ダイクが直してしまうので、少し崩れてはいるんですが、どうかな。ここ、ちょっとね、1体ロケバルそれてしまったので、ダメージ計算狂ってしまいましたね。こういうとこね、今、ヒーロー展開中に9時に今、ポンってアーチャー出してるんですけど、この辺もうまいね。終点となるところ、しっかり時間の管理も大事。まあ、特にね、初手ボーデン使っての突投向けって時間は結構厳しくなりがちなので。クイーンがむき出しになっちゃうので、キング膨らむ、これね、外周部、ゴブリンも使って早くキング合流してほしいというところ。ターゲットをアイスラバハウンドに移していって、ロイヤルチャンピオンだったりクイーンを延命していきたいというところですね。さあ、アイスラバのフリーズがいい形で入りつつ、こいつだね、こいつのターゲットを取らなきゃいけないんですけど、もう直出ししましたね。ロイヤルチャンピオンの処理を出していきました。しっかりできましたね。さあ、ライダー1体だけ残して、ここはビズ島のところへ、終点でも残しましたね、投石の方は。さあ、ぐるぐる回っていって、クイーンの方が中心部入るとなると、クローク1発乗ってるので、まあ、2発持ってるクイーンはいないんですけど、さあ、クローク持って、ここでクロークしっかり見ているタイミング測ってクローク打ちつつ、ドラゴンライダーも残って、時間の方も間に合いますね。これでね、もう9時切った意味がね、こういうところで出てくるんですけど、意味というか、9時切ったことで時間の管理もこっち側に最悪広がっていっても、終点の方から削るっていう意識大事ですね。ボスさんとかもね、よくね、終点部分をしっかり削ったりするの、食い火でも大事なんですけど、時間管理において非常に大事です。素晴らしい。さあ、対戦相手2人目ですね。あ、更新されてねえや。ちょっと、食い火ラバル始まってるんですけど、ちょっとスコア表の方、更新立てますね。はい。3対3ですね。2人目というところですね。さあ、1個前の試合もね、前回スタートから始まった対戦だったんですが、ここも、おっと、クイーンのルート多分崩れてますね、これは。スーパーウォールブレーカー使いまして、援軍を連れました。援軍釣り用のウォールブレーカーならめちゃくちゃうまい。それを目的としたウォールブレーカーダッシュをしてるんだったらめちゃくちゃうまい。これクイーンの方でしっかりタゲは取れてるんですね。これなんかバルーン出し得って思っちゃうけど。2タゲにしてね。まあ。どういうあれを描いてるのかがちょっとわかんないんですけど、ハーフォーミングヒット。もう1個ヒットしそうあるなら。ないか。クイーンの方はくるっと回ってタウンホールへ。さあ、ホーミング。ちょっと別の形でのヒットになりましたね。このまま、まあ悪くないかな。あ、レイジかかってたんで動いちゃったね。ヒーラー入っちゃうね、そこね。うん、いいインビジブルで。タウンホール裏のところまでウォールブレーカー入れつつ、タウン裏にイーグルマルチあるんで、これ、もしかしたらもともとこういうプランかもしんないけど、ちょっと食い火が結構微妙なタイミングでのスタートだったので分かりづらいですね。狙ってたことが。このドリル使ってるんですけど、中身に何が入ってるかも結構大事で、これは中身の方でクイーンも触れるのか。さあ、クイーンの方はクローク打ってます。レイジクイーン打ちたいな。インビジブルないから結構早めに本当はもっとケアするべきだった。結構シビアな展開。しかもこれ下膨らむんで、せっかくね、真ん中空いてるんですけど、このまま下側に膨らんでしまうので、くじ側ガン切りして内側に戻していきたい感じ。中身は UAT でしたね。ロイヤルチャンピオンの方がこれ剥き出しになるので、延命はできずに捨てていきました。さあ、ストライカーも添えつつの一気のトーム。エイストまでかけてって、クイーンはこのまま真ん中戻ってきてほしいところですが、しっかり戻ってきてくれそうですね。
戻っては来てくれましたが、これキングと捕まるので、フロックフリーズ、そう。フロック使っちゃってんじゃん。もう一回フリーズ打つかラバルを延命するかの判断ですね、ここは。はい。ウォールブレーカーにヒーラーが確か引っ張られなくなってしまったんでね、ホグを使ってヒーラーを引っ張りつつ、ウォールブレーカーをポコポコやっていきます。あとは数でゴリ押せるかどうかなんですけど、ポイズンタワーがもうすでに帰ってきつつ、時間の方も間に合わないというところで、89% の防衛になります。額。エレクトロタイタンとスーパーチャーの組み合わせですね。全然関係ないんですけど、キレットレモンのね、やばいこれ。処理される。グリーンバック処理されてる。はい。商品見せれませんでした。今ね、キレットレモンっていう飲み物のね、ダブルのやつが出てて、僕これ好きなんで結構買っちゃいました。買い込んでます。酸っぱいもの好きでね、僕梅干し好きなんですけど、レモンも好きで。おすすめです。さあ、おでひで透析機の方を降りつつ、おそらくこのマルチインフェルノのところからスタートするような形ですね。僕のね、YouTube のね、メンバーシップ入ってくれてる方のも同じような編成やってたんですけど、ちょっと、スーパーアーチャーとね、エレクトロタイタンとの割合が微妙だったので、エレクトロタイタン3体とスーパーアーチャー6体っていう組み合わせが強いですよという風にね、おすすめしたんですが、額もそういうような形ですね。スーパーアーチャーの数はそこそこ必要になってくるかな。ボムターの破裂はしっかり、スーパーアーチャー入らないように早めに降りつつ、レイジ置いて、ジャンプインですね。スーパーアーチャーの射程の暴力を生かしていきつつ、もう早くもここでトームを打っていくと。マルチインフェルノとか、ボムターとか、投石のダメージとか、イーグルの方のダメージとかね、スーパーアーチャーにとっては結構痛いんですよね。本体ユニットとして使うには結構 HP の低いユニットにはなるので、スケルトンの呪文を使って、モノリスのターゲット、クイーンのターゲットをかわしてます。出てきたテスラがちょっと怪しい匂いをしている。しっかり戻っていきました。シューターの方は12時の方に使って、先出ししすぎるとクロスボウに打たれるっていうところで、若干後出し気味のシューターというところで、最近初手に置かないシューターっていうのも流行ってますね。当たり前だけどシューター対策が一番最初にされてくるところではあるので、一時期よりはシューターの数はだいぶ減ってね、また突撃艦の政権にはなってるんですけど、シューター対策っていうのがかなり大事にはなってくるので、それを意識した形かな。さあ、これは貫通してスーパーアーチャー外周部回ってるんですけど、これ強いね。あんまりね、この編成見ることないと思うんですけど、あんまり見ない編成がこうやって対戦で使われるってことは、刺さるっていうことです。これを見抜けるのもね、一つ、プロの技ですね。見抜けないよね。使わないと。使う人じゃないとわからないというところ。さあ、余裕を持って圧倒的全開での星6ですね。さあ、対戦相手。ごめんなさい、ちょっと遅れてしまったようですね。ただ、幸い、ほとんど進んでなくてよかった。ベビドラと、オデヒーが進んで、マルチ IT の周りっていうところなので、対1クロスだけ追ってって感じかな。時間は使いすぎてしまったというところでしょうか。マルチ IT は残ってますね。スーパーボーラー編成貫通というところなんですけど、気持ち的にはマルチまで行きたかったような雰囲気のオデヒーにはなってそうですね。これ、しかも、対1クロスのタゲ今。そうだよね。ウッドランチャー入ってたよね、今。タウンまでの道はできず、こういう時のためにね、一応ジャンプは持ってきてるんですけど、ちょっとユニット外周部の方にも引っ張られているので、微妙な感じかな。さあ、スーパーボーラーはこのまま外周部、ヒーラーも外周部回りますね。さあ、ジャンプ一発残ってるんですけど、これは、使わない方がいいかもしんないね。左サイドまで残してっていう形になりそうかな。ロイヤルチャンピオン、クイーン、スーパーボーラーの方のためにジャンプを使いましたね。レイジフリーズっていうところはそっちにスーパーボーラーのために残した方が良かった雰囲気はあったけど、フリーズはタウンホールに打ちたいけど、トームガンドか。
まだんですか、トーム。本来打つはずのトームがね、中心部で使えなかった結果、逆に強いフリーズをしっかり対地クロスに決めてください。さあ、ロイヤルチャンピオン、なんでそっちから出したんですか？ヒーラーを取られるような形で、ヒーラーを欲しいというところで、ここから出したんかな。タウンポイズンを自ら浴びに行くような形で。トラスケですね、ここも。結構今回の相手には刺さってなさそうで、相手の攻めは結構陸攻めっていうのが多いですね。エレクトロタイタンだったりとか、こういうスーパーボーラー編成だったり。フリーズを使いつつ、時間の方が足りず、87%。さっきもちょっとこういう時間が足りないアタックになってましたね。さあ、コマくん。クイヒーラバル。クイラボーイですね。さあ、ウッドランチャー。コマくんのアタックも結構見てるとウッドランチャー使ったクイヒーラバルが多いかな。ベルナウのアタックは突撃艦とシューターが多かったよねってそういう印象。まあ同じくね、ウッドランチャーを使う攻めだとね、カズマくんとかね、結構、ウッドランチャーを使ったクイヒーラバル多いけど、まあカズマくんもまた別のタイプのね、ウッドランチャー使うタイプですよね。ちょっと独自だよね、カズマくんのウッドランチャーは。さあ、キングの動かし方がうまいね。さあ、キングの方。まあ、クイーンで引っ張らして投石の方に、行ってくれそう。よい。さあ、これによってクイーン勝利するんですけど、ここにトルネード。なんと、投石残りそうかな。ちょっと内順的に投石の方に綺麗に入らないルートにはなってたので、投石残ってしまいましたね。さあ、逆サイドをジャイロイちゃん。そうだね。コマくんのクイヒーの結構特徴的には、ロイちゃんを結構単独で使う形が多い気がする。なんかラバルに混ぜてとか、そういうんじゃなくて、区画にピンポイントでロイヤルチャンピオンを、逆サイドのカット。シューター使わない分、そういうところロイヤルチャンピオンで担当してる考え方かもしれないね。これはちょっと3時残ってるんで、ちょっとしかもヒーラー、ナイス戻ってきた。ちょっと嫌な入りにはなってますね。これ入ったら、マルチとかこの辺降りつつ、ロイヤル、プラン的にはロイヤルチャンピオンで投石を追って、キングで追って、中心部綺麗にマルチマイチ、モノリスあたりをクイーンで折ることができて、ダウンラバルっていう形だったのかな。さあ、ラストレイジをクイヒーにベット。クロークは一応残ってるので、いいインビジブル。ヒーラーの方も延命できて。あとはフリーズヘイストでタウンホールプラスアルファっていうところですね。あと、そうすると裏なんだよね。裏のためにヘイストをワンチャン残せると強いかもしんないけど、どうだろう。さあ、ナイスフリーズ。さすがに打たざるを得ないかな。タウンホールに近いように寄せていって、クイーンはクローク。戻ってこっち、投石をクイーンで拾えるといい。そう、裏のね、この対空砲が大事になってくるので、ここを折るためにね、バルーンを結構厚めに当ててったんですけど、ヘイストなしで折り切れましたね。さあ、あとはこの投石というラスボスがいます。ラスボスの投石はさすがにヒーラー失ってしまうと痛いか？あ、入ってない。横打ち AT。そうなんだよな。タウン裏が邪魔なんだよな。このくじ区画。とクイーンはそっち行く。どっちにしろ時間が足りなそうなので、こっちに行った方が削れるところは多いかな。惜しいな。残ったところはキングが残した投石機と9時のアーチャータワーというところで少し手が届きませんが、リードはキープです。さあ、クイヒースーパードラゴンですね。クイヒーライドラとかで結構使われることが多いんですけど、スーパードラゴン4体での使い方になってますね。ソラスケが1個前の試合見てれば、対戦相手がね、見てるかわかんないんですけど、トラップチェックみたいな意味合いかな。ホーミングだったり赤バだったりが結構置かれてる可能性も高いところポンと出して、ソラスケルトンを先に釣っていきました。ライドラよりもスーパードラゴンの方が圧倒的にね、ソラスケルトンに対応できるというところ。結構この対戦しっかり見てる対戦相手だったら、なんかリクスケ出てこないな、ソラスケ多いなっていうところを感じ取ってはいると思うので。ここで回収か。逆サイかな？そうですね。さあ、アーチャーターを追って。折れないので追加。
ちょっとクイーンのコントロールが非常に怪しい。痛いね、これね。このミス痛い。クイーンも黒くだよ、それ。黒くだよビューキャーレイジ置いといて。レイジ置いといて、レイジ置いといて。フリーズから入っていく。それレイジ置いといてよ。レイジ置いといて。なんか、ウォーデンもなんか、大変な HP になってます。いやー、いろいろミスってますね。これはターン前で全部、スーパードラゴンギリギリこれ、あの配置か。星1になりかけた配置と同じかな？どうだろう。さあ、レイジは2枚残ってるんですけどもって感じですね。ヒーラーではなく、これは、ロイヤルチャンピオンにレイジかけていきました。強気です。これはまあシンプルにヒーラーも一緒にね、レイジかかるような位置にロイヒーとしてのレイジを置くべきですね。まあ、第1クロスのタゲがもしかしたら見えてなかったのかもしれない。さあこれね、結構ね、ロイヤルチャンピオンってパピーに対して弱くて、リクスケに対して弱いの見てればわかると思うんですけど、攻撃速度がね、あんまり速くないので、ポイズンないと結構時間取られるし、HP も持ってかれるというところで。いやー、もったいないなー。割とね、序盤は。6時側の方はね、いいクイーンのコントロールだったんですけど、9時の方で失敗しちゃいましたね。さあ、ホッサン。スーパーアーチャーですね。さすがに。横から入るか、手前とかで落として、このまあ横から入るのが一般的ですよね。エアスイッパーの位置的にも。さあ、ウォーデン一気に行って、入っていく。まあ、横から入ることのメリットとしてね、トラップがあったとしても 50% です。こっちにあるかこっちにあるかというところ。さあ、エレクトロタイタンも真上にいるので、エレクトロタイタンの範囲ダメージが入らないようにしていきたいんですけど、ちょっと持ってかれた感は。あと、タゲも集めちゃってますね。まあ。これウォーデン合流してくれたの美味しいよ。火力増強。火力が上がりますね。さあ、タウンホールの方もね、ウォーデンも一緒に攻撃してくれました。さあ、ラストのインビジブルの方は残しましたね。結構これヒーローパートで使えるってなると強いもんね。インビジブルが1枚あるかないかでは結構ヒーローパートの伸びも変わってきますが。ウィザードカット。このままマルチ IT の方にキングロイちゃんとかね、回して。まあ、内側のこの辺をロイヤルチャンピオンで刈り取りつつの9時ラバルかもしくは12時から合流する形を取るかって感じですね。さあ、いいエレクトロタイタンですが、こっちにはリックつけないか。キングの方に行っちゃったね。あ、オールブレイカーつけてきた。本来、まあいいのか。あ、いいぞ、エレクトロタイタン。いやー、そのリクスケ処理美味しい。レイジターも乗るので、ここはクイーン、インビジブルを使いつつ、うまいね。早めのインビジブル。さあ、ラバルの方はやはり合流型を取ってきて、ロイヤルチャンピオンの盾に一応ジャイアントも使いつつ、さあ、対1クロスをこれ、ウォールブレーカー開けたことでね、クイーンで打てるようになったので、まあ、ロイちゃんをここにつけるんではなくて、クイーン単品で降り切って、ラバルに追加していくという形。まあ、ウォーデンの代わりにロイヤルチャンピオンがラバルにくっついてるようなイメージですね。さあ、追いラバしていって、まあ、この辺の単体施設たちのタゲを取って、ロイちゃんこれもうかわせないな。インブもフリーズもないので、さあ、モノリスです。モノリスをここ DE が止めてくれると。こいつ呪文1枠分の価値がね、ありますからね。1枠以上だよね。何度も1枠の呪文をかけ続けることができるというところで。さあ、そしてあとは裏からベビードラも刺しつつ、数で押してっての前回か。うまい。強いね。大量のバルーンを残しての前回。対戦相手ラストアタックですね。もう2点差ついてるので、かなり安心して見れるかなというところ。前回取られても大丈夫というところ。結構クイヒーライドラとかは対策されてそうな雰囲気あるんでね、ライドラ7体か。えぐいな。普通のライドラッシュぐらいの数入ってますね。そうなると破壊力はえぐいね。ヒーラーが本来5体編成なんですけど、4体と、4体型のね、クイヒーっていうのも、
まあ、前回チャスマック EA のね、千葉さんとかもやってましたね。まあ、クイヒードラゴンとかでもね、ガクとかもヒーラー4体型を結構試みてたりとかするし、対空砲だけなのかな。まあ、ルート作りという意味で、まあ、できるところまで行っちゃうって感じかな。それだったら、アーチャータワーとかまで降り切りたいという欲があるのか、結構 HP 持ってかれてるんで、もうさすがに危険なので、戻していって12時展開かな、さすがに。うん。まあ、割とオーソドックスな形になりそうですね。うん。今、レイジタワーが発動しかけたんで、もう一体出して活動しきっちゃってもワンチャンいいかなと思ったんですけど、さあ、レイジを浅めにもうドッカンといって、スタートしていきます。さっきね、多分ウォーデンが HP 持ってかれてたのは、まあ、マルチ IT にレイジタワーが乗ってね、スーパードラゴンは4体しかいないので、マルチ IT がウォーデンに入ったっていうところでしょうね。タウン前にトルネードがあるので、まあ、ライドラたちは結構くるくる回っていきつつ、さあ、クイーンの方もしっかりね、クロークはもう使わされてるんですけど、レイジフリーズを置いて、ボマー後出しからの、さあ、中心部というところですけど、いいライドラになるか、これは。さあ、クランジョーのところへ、これ1体ライドラかわしてます。爆破を。クランジョーを潰せれば強いな。もうこれはいい形できてますね。イーグルのところまで触れそうかな。いいチェインが一発入ったので、フェニックスで降り切りましたね。さあ、奥のマルチまでこのフェニックスが、MVP フェニックス現る。これはいかれたな、さすがに。刺さりすぎてるな。結構ソラスケがね、多い環境だったんですけど、環境というか、そういう配置がね、多くなってたんですけど、戻したのかな。スーパードラゴンも最後。いや、ギリギリのところ、もうクイーンも今めっちゃギリギリだった HP。ギリギリな奴らがめっちゃ仕事してる。さあ、あとはこのままキングロイちゃんで回せるかというところ。さあ、こんなにギリギリを勝ち取り続けて、まだギリギリなんですよ。いやー、まあ、ライドラ7体もいたら、そりゃ突破力は上がりますよね。フロスティとディギーというところでね、2つの遅延能力を有するヒーローペットがサポートしてくれて、あとは時間というところですが、これはこのままいけそうですかね。いやー、まあ、割とシンプルでね、わかりやすいプランなので、まあ、シンプルにそれを強かった。まあ、ライドラ7体まで積んでっていうところなので、ちょっとそんなに多くやったことないですね。強いなぁ。さあ、最終アタック、カズマくんですね。星2を取れば OK というところなんですけど、カズマくんのアタックもすごいね。バルーン、ドラゴン10体というところで、もうラッシュと同じだけ数がいるね。さっきもね、ライドラ7体っていうところで、ほぼラッシュやんって数がいたんですけど、さあ、ライトニング2発はまあ、得やすいようだと思いますね。撃ちましたね。今回突撃艦ですね。対空砲だけ折って、そうなるとこれ9時に誘導し、クイーンを出し直す感じになるのかな？なるほど。逆バージョンですね。クイヒーライドラの。クイヒーライドラってタウン側を削ってタウン側からドラゴンが行くんですけど、反対サイドですね。反対サイドを削って、反対サイドから多分突撃艦トームでね、タウンホールまで行くんじゃないかなっていう雰囲気なんで、流行ってる流行の裏を書くような感じですね。クイヒーライドラよりも確かに、今の環境だと刺さりやすいかもしれない。さあ、イーグル砲とね、マルチ IT をフリーズかけつつ、ここは相手のヒーローとも被るところ、クイーンの方はもうクロークですね。さあ、タウンホールの方を何で落とすかですが、しっかりポイズンも持ってきてる。さあ、タウンホールはバルーンですね。バルーンの方で落としきることができて、クイーンはギリギリですが、インビジブル、クイヒーの方にレイジを置いている。さあ、中心部、これモノリスですね。モノリスが落とせるかどう、クイーン落ちた。ロケバルか。ロケバルによって落ちた感じになりそうかな。さあ、このモノリスを折れるかどうかが大事なんですけど、ドラゴンを折り切っていって、さあ、裏ですね。対地クロスマルチ IT キングが控えています。こういうタウンサイドのところも、ドラゴンは、おほほほ。でか。
いや、微妙だな。フリーズ一発。結構、陸助とかの、ね、何が出てくるかによっても変わりそう。ゴールブレーカーかなり早めに使いましたね。まあ、3施設にかかるというところかな。さあ、まあ、マルチ IT レイジタワーのところ、ここね、陸助出ちゃうよね、さすがにね。さあ、ロイヤルチャンピオン、これ、対地クロス、レイジモード入ったやつらに打たれ続けて。いや、考え方面白いないやー、さすがによな。キングがしっかりタンクしてくれればワンチャンあったんですけど。ね。いいと思う。面白い発想でしたね。ビヒーライドラはタウン横から流行ってるから結構そっち側で対策されてることも多いんですけど、反対サイドもこうやって新しい戦術としてね、生まれてきたら、ちょっと両サイド対応するのは難しいから、共存ができるかもしれない。はい、というわけでね、終わりまして13対12で勝利になります。まあ、これでね、決勝戦進出ですね。反対ブロックはトライブが勝ち上がってきてるので、決勝はナビ vs トライブゲーミングという形になりますね。さすがのトライブだなぁ。勝ち上がってきますね、ちゃんと。まあ、ナビの方もね、こういう大会しっかり勝ち上がるのさすがですよね。次ね、トライブゲーミングとの決勝戦が行われますので、まあ、そのままね、動画的にも次、明日とかにね、上がってると思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。今日もね、前回でいい前回がたくさん見れました。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の練習を少々